今日はコーヒードリッパーを作ります。土台の粘土の上に上板を置きます。およそ1キロの粘土からドリッパーの本体を作ります。土を持ち上げ、中心に向かって圧をかけながら潰していきます。これを土殺しといって、軸をぶれなくするために必要な工程です。土台の厚みを1センチ残して、ろ紙を入れる本体部分を作ります。これは円錐状のろ紙が入るタイプのドリッパーですので、ろ紙の角度に合わせて角度を調整します。棒ごてで形を整えます。ドリッパーの穴を開けています。なめし側で縁を整え、上板からしっぴきで切り離します。このまま室内で24時間乾燥させます。冬場は乾燥が遅いためビニールなどはかけていません。乾燥の具合は触れた時に湿気が指にまとわりつくかどうかで判断しています。シッタの上に作品を載せています。これからカンナで形を整えます。
丸い木の板は削る際にずれないように固定するために使います。余分に厚みがあるところを削り、全体の厚みを均一にしています。底面を削ります。ドリッパーの底が平面ですと、コーヒーが底を伝って外側に溢れてしまいますので、水滴がまっすぐに落ちるように斜めに角度をつけています。これは印花です。唐津三島の技法の一つで、印花を使い生地にくぼみをつける技法です。次の工程でドリッパーの内側に溝を彫り込むために、この段階で印花を押しています。変形しないように内側からスプーン型の木で押さえています。内側に溝を彫ります。墨で当たりをつけ、溝を彫る位置を決めています。彫刻刀の角刀を使い溝を彫ります。ハンドルを作ります。
指で押して少しだけ平らにしておきます。水で濡らし、程よい太さになるまで伸ばしたら指でちぎります。木の棒に並べて乾燥させます。木の棒のサイズはハンドルの太さに応じて変えています。12時間ほど乾燥させます。12時間経ちました。半乾きの状態で形を整えます。本体にハンドルをつけます。本体とハンドルの接着部分に櫛で細かい刻みを入れ、土ベをつけて接着します。土ベはろくろの時にできた水分を多く含んだ粘土です。接着できたらハンドルと本体の接着部分を指でなじませます。これは白化粧土です。沈殿しているのでよく混ぜます。必要な分だけ取り分けます。スポンジと白化粧土をよくなじませます。模様の中に白化粧土が入らないように優しくのせています。土台の方は筆で塗ります。ゆっくりと化粧土をのせるように塗っています。強く塗ろうとすると化粧土が剥ぎ取られうまく塗りません。できました。1週間ほど乾燥させ、焼成したら完成です。今回はコーヒードリッパーの製作工程を紹介しました。次回はコーヒーピッチャーの製作工程を紹介します。ご視聴ありがとうございました。